皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。地上波の放送だけではなく YouTube 上においてもウクライナ関連の話題を取り扱うチャンネルは減少傾向にありますので、このチャンネルの動画で情報の更新をしていってください。それでは今回取り扱う主な話題はこちらです。今日主に取り上げる話題は、まず第一にウクライナ側に立って戦うロシア人義勇兵部隊、現在もなお越境攻撃を行ってロシア領内に留まり続けています。そのロシアにおいては、黒海艦隊の司令官更迭が正式なものとして発表されました。黒海艦隊は 30% の艦艇を失ったとされており、前司令官についてはすでに亡くなっている可能性すら指摘されていました。そして、戦いが長引くことによって、死傷者の数は増え続けているわけですが、その中でも亡くなる人の数を少しでも減らそうと、医療関係者を手厚くしようとして、医学生のインターン先として前線近くの病院への派遣が検討されているそうです。また、ヨーロッパ各国の危機感の高まりによって、ロシア側との関係も悪くなる一方です。バルト海に面するロシアの飛び地カリーニングラード。以前であればヨーロッパ各国により近いことからもビジネスの場としては非常に有望な場所でした。しかし現在では周辺には全て NATO 加盟国という状態になり、何か物品を輸入するにも常に軍事転用しないでしょうかねといったような疑いの目を向けられることもあり、ビジネス上においても障害が数多く発生するようになってしまいました。そのため、カリーニングラードのビジネス上の優位点は失われ、現地から工場の撤退が相次いでいるそうです。最後に、ウクライナ南東の国ルーマニアにおいて、NATO のヨーロッパ最大の基地の建設が始まっているそうです。こちらの建設費用予算としては5000億円、兵士1万人を収容できるとのことです。ウクライナの隣の国としてはポーランドが自国の防衛予算を一気に増額してヨーロッパ一の陸軍大国となろうとしているのに対して、ルーマニアではそこまでの予算がかけられないことから、NATO の加盟国として基地を受け入れることで抑止力の強化につなげたいようです。さて、まずはウクライナ側に立って戦うロシア人義勇兵たち。これらの部隊を支援するためにもウクライナ軍は国境で支援攻撃を行っています。こちらの映像はアメリカから供与されたハンビーを使ってロシア国境で戦うウクライナ軍の様子。ウクライナとしては自分たちの側に立って戦ってくれる義勇兵たちを支援はしているものの十分な装備は与えられていないことから、こうした正規軍による支援も行うことによって作戦を補助しています。こちらの映像はそうした支援もあってロシア領内に侵入することができた義勇兵たち。迎え撃つロシア側としては国境警備隊はすでにチリチリになった状態なので、一旦集落に入ると中はかなり静かなようです。激しい戦闘の様子もなく、兵士たちは移動を続けています。もちろんこの状態のままでずっと続くわけもなく、ロシア側との戦闘もいくつかの箇所で発生しているようです。こちらの映像では戦闘の結果なのか家屋なども損傷している様子などが見られ、通りがかった戦車に対戦車ロケットランチャーを撃ち放っています。この戦車がその後どうなったかは分かりませんが、ロシア側の迎撃部隊も少しずつ出現しているようです。現在のところロシア側の動きはかなり鈍いようで、時々戦車や装甲車がやってくる、時々ドローンがやってくるといったような感じで、あまり本格的な迎撃部隊が出現はしていないようです。ただ、だからといってこの後どんどんと奥深くまで進んでしまうと、おそらくは義勇兵部隊たちの装備では本格的な部隊と交戦した場合において全滅する可能性もありますから、あくまでも嫌がらせ作戦の域は出ないのではないかと私は見ています。ただこうしてロシア軍の部隊が国境から離れている間、ウクライナ軍が国境付近に重機などを入れて陣地を構築することなどもできるので、こうした時間稼ぎは有効でしょう。次の話題。ロシア軍の長い戦いにおいて多くの人たちが死傷しました。この死傷というのは亡くなった人と負傷した人を合わせた数なわけで、実際のところどれだけの人が亡くなっているかは分かりません。しかし亡くなっていない人たちのことも気にかける必要があります。戦場においては地雷によって足を失う人や戦闘行為の結果として手を失ったり視力を失ったりする人など様々な人が生まれます。医療従事者がもっともっとたくさんいて速やかな手当てができて
ていれば亡くなる人の数も少なくなるし、身体の欠損といったことも避けられる人も出てくるかもしれない。医療従事者が多いことは少なくとも被害が低減する効果が期待できます。ところが医療従事者というのはどこの国においても基本的には高給取りでお金を出せばすぐにも集まるような人たちではありません。ロシア軍は特に貧困地域などを中心として高い給料を提示することによって人海戦術にあてがうような兵士たちをたくさん集めるものです。それはロシア国内の少数民族、そうした人たちを集めることにも役立っていますし、また以前取り上げたように、そもそも国民全員の所得が低いような国で兵士たちを調達しようともしています。ところが医療従事者となると、そうした国ですらも高い給料を出したからといってすぐにでもやってくるような人たちではありません。やはり前線地域に送り込まれるということは、たとえ医療従事者であろうとも戦闘に巻き込まれて死んでしまう可能性もあるわけで、平和な状態の自分の国からわざわざロシアの最前線面と出向く必要というものはあまりにありません。しかしロシアとしては死傷率を下げるということが戦争の長期化に備える一つの対策として必要なわけですから、ひねり出した案というのが医学生たちの活用です。本来インターンシップというのはそれぞれの病院間で行われるものであって、決して野戦病院やそれに近いような地域で銃撃、砲撃、地雷、様々な戦争にまつわるような外傷に対応するための訓練を受けている人たちではありません。また、そこで養われたスキルというのも当然のように一般的な都市病院において必要なスキルとは言えないでしょう。しかし、こうしたことを言っているような場合ではないというのがロシアの現状なようです。もちろんこれ問題それ自体はウクライナ側にもあって、ウクライナ側でも地雷によって足を失ってしまった人たちというのもたくさんいて、戦場で生き残った人たちをどう社会で受け入れるかという問題を引き起こしています。ロシアが侵略をやめてさっさと撤退してくれればこのような悩みも生まれないわけなので、さっさと侵略をやめてほしいものです。次にロシアの黒海艦隊についてなのですが、司令官の更迭が発表され、新しい人物が司令官に出られることとなりました。ただし、以前の司令官については、生存が確認されない状態が長く続いていました。巡航ミサイルストームシャドウによる攻撃などで、すでに死亡している可能性が言われていたからです。ただ、そのような司令官がやられましたよということを公表するのは、ウクライナ軍の戦果になると考えているであろうロシア側としては、亡くなったんじゃないかという疑問に対しては答えることなく沈黙を守り続けて、新しい司令官に変わりましたという話だけをするようです。しかし、新しい司令官に変わったからといって、黒海艦隊の状況が良くなるわけではありません。ウクライナ側の水上ドローンは、すでに何隻ものロシア軍艦を沈めており、開発中ということはこれからもさらに良いものが出来上がることが見込まれるわけで、黒海艦隊の存在はこれからも非常に小さいものにとどまるでしょう。そして、ロシアの飛び地カリーニングラードのビジネス上の優位点が失われている点について、この流れそのものはもはや止めることはできないでしょう。プーチン大統領が侵略を継続的に行うということをすでに表明していますから、カリーニングラードにおける経済はこれからもどんどんと縮小傾向になるでしょう。なお、ロシアに対する経済制裁というのは別に国民経済を苦しませようといったものではなくて、軍事転用できるような部品などについてこれを差し止めたり、ロシアの国家としての収入を下げるような圧力をかけるものです。しかし、様々な規制が入ることによってビジネスがやりにくくなっているということは確かです。逆にそのような制約をすり抜けているのがロシア本国で、ロシアで何か困ったな、それが民生品であれば中国ルートから入れることもできますし、またたとえ軍事転用ができるものであっても、間に様々なペーパーカンパニーを挟むことによって、ヨーロッパからコーカサス地方を通じて、それらが輸入されているといった話などもあります。ですから、そのように、物の入ってくるルートが完全に変わることによって、カリーニングラードは、ロシア本国にとっても、あまり使いどころのない場所へと変貌しているわけです。軍事的にも、バルト海周辺は NATO 加盟国に全て塗りつぶされましたし、飛び地のカリーニングラードは、もはや将来に明るい未来はないでしょう。最後に NATO の動きなのですが、NATO 側の動きとして加盟国それぞれが軍事費を上げているといったこともあるのですが、それぞれ加盟国において前線にどれだけの用意をするかというのは問題になっています。
例えばフィンランドの場合であれば、同じ NATO 加盟国であるアメリカの基地を招聘することによって抑止力を強化しようとしています。今回ご紹介するルーマニアの場合であれば、経済力としては厳しいものがあり、隣国ポーランドほど軍隊を強化するのが難しいです。しかし、東ヨーロッパ各国はかつてのソ連による圧政といったものをある程度知っていることから、ロシアに対する脅威判定は非常に高いものがあります。決してプーチン大統領はウクライナ侵略だけでとどまるわけではないだろう。そのような危機感があるからこそ、自国内にある基地を拡張し、NATO 加盟国それぞれの兵士たちをより多く受け入れられる基地というものの整備にゴーサインを出しているわけです。プーチン大統領は NATO の東方拡大を批判していたわけですが、北欧の国フィンランドやスウェーデンが NATO 加盟を果たし、そして NATO の基地がさらに前線で強化されるといったことは、基本的にはプーチン大統領が自らが侵略行為を行うことによって導き出した反作用なわけで、今後どのような展開になろうとも、ロシアに対するヨーロッパ側の圧力は高まっていくことでしょう。ちなみに少し前の動画で、フランスのマクロン大統領がロシアに対する警戒感が非常に高まって、ヨーロッパ各国に対してもっともっと備えようという話を呼びかけているというようなことを解説しました。こうしたマクロン大統領がついに切れたかみたいな反応をする人たちもいたわけですが、基本的にマクロン大統領は2022年のロシアによる本格的な侵攻が始まるその時においては、プーチン大統領と何時間も何時間もひたすら話し合いをして、なんとか侵略行為をやめるようにと説き伏せようとした人物です。いわゆる平和のためには話し合えばなんとかなるというのを実践しようとしたわけです。そのために1日6時間とか7時間とかいうレベルで延々とプーチン大統領の話を聞き、なんとか妥協点を見出そうとしたわけですが、結局のところプーチン大統領の歪んだ歴史観をやたらめったら聞かされる羽目になり、ノイローゼになるんじゃないかとも言われていました。そのような話し合いでなんとかならないかと探り探りしてきた人物が、もういよいよ本当にどうしようもないんだなと、ようやく力で押しまくってくる侵略者を止めるには、その力そのものを粉砕しなければ話し合いが成立しないという、行き着くところまで来たんだなというふうに私は解釈しています。日本だとまだまだこうした話し合えばなんとかなるでしょう。なんで話し合わなかったんですかみたいなことを言う人たちがいるわけですが、その当時すでに話し合いを試みた人がいて、それがマクロン大統領だったわけです。そして話し合いを試したんだけれども、結局のところ暴力行為を止めることができなかったという反省から、結局力には力をというような、少し当たり前のような結論へと至ったというのであれば、私はそれ自体は悪いこととは思いません。遅かったとはいえ、現実に対応しようという覚悟を決めたというのであれば、それは評価すべきでしょう。少なくとも日本の場合だと、そのような覚悟すら全くなく、経済支援や人道支援レベルですら批判する人たちがいます。結局それらの人たちは、国内問題があるんだから海外なんか見るなという話をするわけですが、どっちもやればいいというような考え方を全く取れない人だと私は思っています。常に国内問題というのは発生するものです。どこの国においても国内問題はあるものです。経済問題であったり、物価高であったり、日本の場合だと少子高齢化や高齢者を支えるための社会保険料が多くの人々の収入を奪っていて、手取り年収が絶対上がらないような状況に陥っている問題など、様々解決しなければならない問題はあります。だからといって国際情勢について全く無頓着で何も関与しないでもいいというような考え方は、結局のところ自分の国にも災いをもたらすこととなります。日本の周りにならず者国家が一つもないというような地理条件であればそれでも良かったかもしれません。例えば日本の位置がニュージーランドとチリとの間にあって、隣国はものすごく遠くって、どこの国からも睨まれていないような地理条件であれば、そんな鎖国的な政策であったとしてもさしたる問題はなかったでしょう。しかし日本の場合だと、隣国にロシア、北朝鮮、中国とまさにならず者国家だらけの状況の中にいるのであり、国内問題に対応すると同時に国際情勢についても同じように気を使う必要があるのです。というわけで今回の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。